こんにちは。シスコでエンジニアをしております。ミノーラです。今回は、有線 LAN におけるダウンローダブルアクルと呼ばれる機能を紹介します。ダウンローダブルアクルを使用することで、ICE からエンドポイントに対して動的にアクルを割り当てることが可能です。ダウンローダブルアクルでは、ICE 側でアクルの実態を定義します。また、スイッチにおいて IP、デバイストラッキングを有効にする必要があります。アクルの内容は、シスコ用の VSA、ベンダースペシフィックアトリビュートに格納されます。では、今から実機を用いてダウンローダブルアクルの動作を確認します。最初、ダウンローダブルアクルは設定していません。ICE のオーサライゼーションポリシーでは、エンドポイントに対してリザルトとしてパーミットアクセスを割り当てます。では、エンドポイントをスイッチに接続してみます。Show Authentication セッションコマンドを実行すると、スイッチは ICE からアクルを学習していないことが確認できます。ICE のライブログのリザルトを見ても、ICE はスイッチにアクルを割り当ててないことが確認できます。ICE がスイッチに送信したラディウスのアクセスアクセプトにもアクルが存在していないことが確認できます。この結果、エンドポイントから10.1.1.2、そして10.1.1.3へのピングが成功することが確認できます。では、次にダウンローダブルアクルを使用し、エンドポイントに対して10.1.1.2への通信のみを許可するアクルを割り当ててみます。ダウンローダブルアクルは、ポリシー、ポリシーエレメント、リザルト、オーサライゼーション、ダウンローダブルアクルから定義します。新規にダウンローダブルアクルを定義するために、Add をクリックします。ネームにアクルの名前を入力します。D アクルコンテンツにアクルのルールを入力します。チェック D アクルシンタックスをクリックすると、入力したアクルのフォーマットが正しいか確認可能です。最後に、サブミットをクリックし、変更内容を保存します。次に、オーサライゼーションプロファイルを定義し、D アクルネームをチェックし、先ほど定義したアクルを指定します。そして、オーサライゼーションポリシーのルールのリザルトに、先ほど定義したオーサライゼーションプロファイルを指定します。スイッチ側では、ICE から受け取ったアクルをエンドポイントに割り当てるために、ネットワーク用のオーサライゼーションリストを定義します。また、IP デバイストラッキング用のポリシーを作成し、インターフェースに割り当てる必要もあります。では、エンドポイントをスイッチに接続してみます。
小オーセンティケーションセッションコマンドを実行すると、スイッチはアイスからアクルを学習していることが確認できます。小 IP アクセスリストコマンドを実行すると、アイスから学習したアクルが表示されます。アイスのライブログには、.1x 認証に成功した際のログと、アクルの実態を割り当てた際のログが存在します。.1x 認証に成功した際のログのリザルトを見ると、アイスはスイッチに対してアクルの名前を配布していることが確認できます。アクルの実態を割り当てた際のログを見ると、スイッチは先ほど学習したアクルの名前をユーザー名としてアクセスリクエストを送信していることが確認できます。そして、リザルトを見ると、アイスはスイッチに対してアクルのルールを配布していることが確認できます。.1x 認証成功時に、アイスがスイッチに送信したアクセスアクセプトには、アクルの名前が格納されていることが確認できます。その後、スイッチはアイスに対してアクルの名前をユーザー名としてアクセスリクエストを送信していることが確認できます。また、このアクセスリクエストには、アクルを要求していることを示す値が格納された VSA が存在していることも確認できます。そして、アイスが返信したアクセスアクセプトには、アクルのルールが格納されていることが確認できます。この結果、エンドポイントから10.1.1.2 へのピングは成功、10.1.1.3 へのピングは失敗することが確認できます。最後、まとめになります。ダウンローダブルアクルを使用することで、アイスからエンドポイントに対してアクルを動的に割り当てることが可能です。今後も .1x 関連の動画が続きますので、興味のある方はチャンネル登録のほどよろしくお願いします。